皆さんこんにちは。ヨガインストラクターの宮井優香です。前回の動画背骨のストレッチを見ていただけましたでしょうか。今回はヨガベーシックといってスタジオゴッド、恵比寿にあるスタジオゴッドというところでやっているレッスンをそのまま1時間丸々ここでやってみたいと思います。で、そのクラスは唯一オンラインのグループレッスンを私が担当していますので、もしこういうベーシックのクラスをオンラインで受けたい方はぜひこのクラスを体験してみてください。それでは始めていきましょう。それでは座った状態から始めていきましょう。まず今日は少し立位が多くなるので足をほぐしたいと思います。右足を持って足の指と手の指を絡ませていきます。で、右手で足の甲を押さえて指だけを回してみてください。で、反対回しもします。で、これは別にやってもやらなくてもいいんですが、立位が苦手な方、ちょっと足がぐらつく方はぜひやってください。で、足首を持って今度は足首を回していきます。で、反対回りもなるべく遠くを通ってゆっくりとやってみてください。で、そこから今度そのままかかとを使ってももの外側や前側を少しマッサージしてみましょう。で、特に関節の周りに筋肉の起死停止があって、そこが結構硬かったりするので、関節の周りとか、あとやってて痛いなってところはしっかりとほぐしてみてください。ももの外側が痛い方も多いと思います。じゃあゆっくり下ろして反対もいきましょう。左足。今日はちょっと早くやってますが、時間があるときはゆっくりどうぞ。指先とつま先を絡ませて、まず指だけを回す。で、足首は足首で回すので、指だけをちゃんと反対回しもやってみてください。で、足首を持って、今度足首丁寧に、足の甲がこうストレッチされるところも意識しながらやっていきます。で、反対回しもぜひやりましょう。で、そのままかかとを使って自分のももの前側をこうゴシゴシこするような感じでマッサージしてみます。私はあんまり痛くないんですけど、これですごく顔をしかめる方もいますので、痛い方はテレビ見ながらでもいいので毎日のようにやってみてください。さあ、しっかりとももの外側や膝の周りでももの前側も少しこすってあげる。で、離しましょう。そしたら立位で足を使うのでちょっと膝を立てた状態、わざと足を開きます。で、その状態から小指側を下ろします。で、そこから親指を下ろしに行ってみてください。他の指は上げたままです。小指側を下ろして親指の付け根、母子球を押しながら親指を押します。足の裏のアーチがぐーっと上がる感覚で親指をこう押し込む感覚。足を閉じると結構楽なので、足をわざと開いた状態から下ろしてみましょう。ゆっくりと下ろして、もう一回小指側を下ろして親指の付け根を下ろして親指を押しに行きます。足の裏の感覚を大事にして、それを立位の時、足を立ってる時でもそれを自分でコントロールできるように意識してみてください。で、他の指を下ろす。ラスト、もう一回小指側を下ろして親指の付け根を下ろして親指を下ろします。ぐーっと親指がマットを押していくような感じ。握るとは違うので押す感覚を見つけます。で、ゆっくり下ろします。足の裏がこう活性化されたらそれを意識しながら動きます。じゃあ四つん這いから始めましょう。で、肩の下に手をついて足の付け根の下に膝を置いていきます。左右の座骨が後ろの壁に伸びていって頭が遠く、自分の体に乗っかるんじゃなくて自分を押し上げていきましょう。で、大きく息を吸ってゆっくり吐きながらみぞおちを天井の方に押します。背中が丸まってきたらそーっと腰も丸めておへそを覗き込んでいきましょう。キャットポーズです。体の前側をぐっと縮めながら後ろ側を広げてます。じゃあそのまま体を前後にちょっと揺らすような感じ。腰背中の伸びを感じていきましょう。広がりをどのポジションに行っても広がるように。じゃあ真ん中で止まったらゆっくり四つん這いに戻りましょう。四つん這いに戻ったら左右の座骨が天井方向。で、腰背中を反るというよりは前に伸びながら胸を開いていくイメージをします。
頭を後ろに落としすぎないで首も長くいきます。で、股関節、足の付け根から胸を前と上に引き出していきます。肘が柔らかい方はこうならないようにちょっと曲げておいて、ちゃんと床を押してください。もう一回みぞおちをしまいながらゆっくり腰を丸めて、で背中を丸めていきましょう。で、今度はお尻をちょっと左右に揺らしてみましょう。で、胴体も左右にちょっと揺らしながら背中の伸びをもう一つ深めます。真ん中に戻って四つん這いに帰ってきたら、もう一度股関節を引き込み、座骨、尾てい骨を天井、前に自分を引き出しながら胸を開く。肘は返さないでちゃんと真下を押せる状態。吐いて胸をしまって腰を丸めてキャットポーズです。ゆっくりと四つん這いに戻りましょう。座骨がもう一回後ろ、頭は遠く。今度は左の肩と左のお尻を近づけていきます。側屈になります。左肩引くときにお尻が右に逃げないようにして、両方を近づけられるように。ゆっくり戻って反対。右の肩と右のお尻を近づけてみてください。左にお尻が逃げていかないようにします。もう一回背骨を側屈させて、で、左右差が出てくると思います。で、左右差があっても、あ、こんなもんかっていう感じで認めてあげてください。真ん中、反対、右側。で、ゆっくり背骨の動きを感じたら四つん這いに戻りましょう。そしたらつま先を立てて、お尻を一回かかとの方へ引きます。で、手を遠くへ伸ばしたら、おでこをまとパピーポーズになります。少し脇の下が伸びるような感じで、腰背中の広がりを感じてください。で、ゆっくり呼吸をしましょう。で、呼吸ができたら手でマットを軽く押しながら顔を上げます。で、これ頭上げただけなので、下に押しながら頭をぐーっと持ち上げて首を長くします。肩を上げたままじゃなくて、脇を軽く締めて首が長い状態です。で、そこからゆっくりと上体を前に持っていきます。座骨から頭を遠く。で、肘を後ろに引きながらうつ伏せになっていきましょう。うつ伏せになったら肘を寄せるんじゃなくて、軽く肩甲骨を寄せて肘後ろ。で、肋骨をマットについたまま胸を開きます。前の動画でやりましたね。胸を開いてから首を伸ばしてちょっとだけ正面見る感じ。もう一回うつ伏せになります。お腹薄く、肘後ろ、胸をまず先に開く。そこから首を伸ばして顔前。で、そのまま腕を伸ばします。肩が上がらないように腕伸ばして胸を引き出しましょう。アップドッグです。膝はついて四つん這い、つま先立てて、もう一回パピーポーズに戻ります。一回肘緩めてだらっとしましょう。もう一度いきますね。手でマットを下に押しながら顔を上げて耳と肩の間を開く。ゆっくりと上体を前、お尻をしまわずに座骨と頭を遠く。で、吐く息で肘を曲げてゆっくりうつ伏せ。背骨の上の方を使います。肘を後ろに引きながら胸は前と上に開いてブジャンガーサナになります。そこから肩が上がらないようにゆっくりと胸を持ち上げてアップドッグに行きましょう。膝をついて今度はつま先伸ばしたままチャイルドポーズに入りましょう。で、肘を緩めます。一つ息を吐きましょう。じゃあ手を自分の方に歩かせながらゆっくりと起き上がってみましょう。正座の状態、痛ければあぐらにしてください。膝とか股関節が大丈夫であれば正座であります。では正座からどっちの手が上でもいいので腕をクロスしてまず自分の背中、肩甲骨を触ってみてください。で、そこからお腹引き上げてゆっくりみぞおちからお辞儀するようにしてみましょう。腰からお辞儀じゃなくて骨盤をできるだけ立ててみぞおちからお辞儀で、そこからゆっくりとみぞおちを正面で胸を持ち上げていくようにゆっくりと
肘を斜め上、前の方向に向かって押し出します。胸を上に上げないで前に出ていかないように、お腹を引き上げて胸が上。今自分で肩甲骨触ってるので広い状態です。そこから手を伸ばして指先が伸びれば伸びるほど自分の胸が天井の方に伸びていくイメージをします。ゆっくりと手を戻して正座の状態。じゃあ今のを抱きしめないで手を前から上げます。ゆっくりと吸う息でおへそ引き上げながら手を前習い。で、前に行くんじゃなくて胸が天井方向に上がるように。で、手を伸ばし続けながら背中から胸が押し上げられる感じ。で、手合わせられる方は合わせます。で、吐きながらゆっくり戻りましょう。この動きを覚えておいてください。ではもう一度手を前に歩かせてチャイルドポーズからいきましょう。息を吐きます。手でマットを床の方に押しながら頭を持ち上げて右と肩の間を開きます。ゆっくりと上体を前で、つま先を今度立ててお尻が下向かないで座骨が後ろで、自分の体を押し上げるようにしてまず膝を持ち上げます。お尻を上げていくタイミングで腰を丸めるんじゃなくて、腰は伸ばしたまま手でマットを前にも押してお尻を上げていきます。体重が前に来ると台形みたいになるので、体重は足の方ですね。手で押した力で股関節を後ろに引いてみてください。で、膝伸ばせる方伸ばします。かかと下ろせる方下ろします。膝伸ばした時に腰が丸まるんであればこのまま。腰伸ばしたままいける方は膝伸ばしてかかとを下ろしてで、ダウンドッグを取りましょう。ダウンドッグの形は自分の形に直してください。膝曲げててもかかと上がっててもどれでも大丈夫です。体の中でちゃんと伸びを感じる。胸をベローンと落としたり腰を大きく丸めたりしないで、股関節から背骨の伸びを感じましょう。じゃあダウンドッグで一回つま先立ちをします。で、小指の付け根、親指の付け根を落とすようなイメージで、かかとの内側、親指をしっかり押しながらかかとの内側を遠くに下ろす意識をしましょう。ぐっと踏んでいく。じゃあ今度は腰丸めずに膝曲げてみて、膝を後ろにバーンって押さないで上に引き上げるようにして足を伸ばします。じゃあそこからゆっくりと上体を前です。そのまま膝ついて肘を後ろに引きながらうつ伏せ。手のひらマットを後ろに引きます。肘を後ろ、胸を開いてブダンが。で、肩が上がらないように直接アップドッグに行きます。膝ついて四つん這い、つま先立てて背中から肩甲骨から腕をぐんと伸ばしてダウンドッグポーズに入りましょう。伸びをします。大きく息を吸いながら体の中が伸びていく。表面がベローンと伸びるんじゃなくて、体の中のスペースが少しずつできるようにイメージをします。じゃあ今度は手と手の間を見て軽く膝を曲げたら手の方に歩きましょう。で、足を閉じます。手をすねの上。お尻を後ろに引きながら胸を前に引き出してアルダウッターナーサナを取ります。ここで腰が丸まっちゃうんだったら膝曲げてもっと手の位置を上で腰伸ばしてください。腰が伸びる位置で手の位置を少しずつ下げていきます。どこでも大丈夫です。で、小指側に体重乗りやすいので親指をしっかり踏みながらアルダウッターナーサナ、足の力を股関節に入れます。ゆっくりと腰をなるべく伸ばした状態、お腹、胸、ももにくっつけて首を落として頭が最後で前屈ウッターナーサナをします。もう一回アルダウッターナーサナ、手の位置はすねの上でもいいので自分の腰が伸びる位置で胸を引き出し頭を遠く、親指側もちゃんと押しながらゆっくり背骨を伸ばしたまま丁寧に前屈をしていきましょう。ウッターナーサナ、足の力が下に行きます。その力を股関節に入れます。
で、股関節から背骨を伸ばすように前屈をしていきます。もう一回だけアルダウッターナーサナ吸って骨盤から背骨を伸ばす。じゃあ両手を前から伸ばしましょう。ウルドゥワハスターサナです。胸を上、さっき座位で練習しましたね。手を上げれば上げるほど胸が持ち上がります。で、吐いてまっすぐ立ちます。サマスティティヒです。じゃあ立った状態から手を前から上げて座位で練習した状態、胸を上げていきたいです。手を伸ばしたいんじゃなくて胸が上がるために腕を使ってます。で、吐きながらゆっくり前屈していきましょう。ウッターナーサナ、膝曲がって大丈夫です。自分のできる前屈のポジションでやります。アルダウッターナーサナを取りましょう。股関節から背骨を1個ずつ伸ばす。じゃあこの腰が伸びた状態、背骨伸ばしたままかかとの方にわざと体重を乗せます。一回足の指を全部上げてみてください。で、そこから親指をぐっと押してみましょう。内側ですね。親指だけ落とします。体、足の内側がぐっと引き上がって股関節に入るように。小指側も下ろし、足の指全部下ろしたらそのままかかとの方に重心残したまま膝を曲げます。腰を丸めないで足の付け根入れたら、で足の付け根から胸が上がっていくようにしてゆっくりウトゥカターサナに入りましょう。足の指は押す、乗せるじゃなくて体重を乗せると前に行っちゃうので重心は後ろで足の指を押してください。ウトゥカターサナ。じゃあそこから股関節、足の付け根を後ろに引いて両手をマットでゆっくり前屈しましょう。ウッターナーサナです。肩は上がっていかないように下げて首を伸ばしていけるように。両手は前から上げます。吸う息で体の前側が広がり、体内が伸びて胸が空の方、天井の方へ開く。で、吐いてまっすぐ立ちます。サマスティティヒです。もう一度両手前から吸って胸を引き上げて足の力は床の方へ落としています。吐いてウッターナーサナ、前屈をしましょう。じゃあアルダウッターナーサナ、体を半分持ち上げて背骨を伸ばします。胸を引き出す。両膝を軽く曲げたら左足だけ下げます。大きく一歩後ろで立位のアーサナの準備をします。後ろの膝をついて前の足をちょっと外側、右側に持っていきます。で、右足のつま先を外、ももの骨をこうですね、外に回すような感じで軽く左手マット踏み込んでいってください。で、これはこっち左足の付け根を伸ばしたいんじゃなくて前の足を外回しを今回は入れたいので、手をついたら右手でももの内側を少し触ってちょっとだけ外に、見にくいかな、回すような感じで背筋を伸ばしながらゆっくりと頭を遠く、右のももを今外に回してます。で、体重が小指側に乗っていいんですけど親指踏むの忘れないようにしてください。で、振り返られる方は少しだけ後ろを振り返りながら、やりたいことは左足の付け根を伸ばすことじゃなくて右のももの骨をちょっと外に回してあげること。もう一呼吸しますね。じゃあゆっくり戻りましょう。手をマットについたら右足を引きます。で、右膝ついたら今度左足を横に出しましょう。左足横に出したら多分左のお尻が上がるので左のお尻と右のお尻の高さを揃えて左右の座骨を下じゃなくて後ろに引きます。で、伸ばした左足は親指側にちょっと体重かかると膝の内側を痛めやすくなっちゃうので小指側の方に少し体重というか見えないですね、足の裏が、ね、小指側の方を踏むようなイメージをしてください。で、そこから背筋を伸ばします。骨盤の高さを揃えて小指側を踏んで、で、股関節を後ろに引いていきます。左の内ももが伸びる感覚で親指側に体重が乗って小指が浮いてこようとするので小指側ね、足の小指側をしっかりと下ろしてください。
で戻す。もう一回小指側を踏みながら、で骨盤がこう左の骨盤上がろうとするので同じ高さ、股関節を引いて後ろでもう一回ゆっくりと左の内ももが伸びるのを感じながらやります。もう一つだけ。左右の股関節を後ろに引きます。こう入らないでくださいね。股関節を後ろで内ももの伸びを感じながらゆっくりとストレッチで戻りましょう。そしたら左足を戻してもう一度右足を前に持ってきます。準備ができました。後ろの膝を持ち上げます。ランジの状態。そこから左のかかとを内側に下ろします。つま先がちょっとだけ外向いた状態です。前の足は前、後ろ足は後ろに押しながら上体を起こして体を一回左に開きます。で、両足でマットを押した力をお腹で引き上げてみてください。で、尾てい骨を下に下げちゃうと股関節を前に押し出しちゃうので、ちょっと恥骨を後ろ、左右の座骨が頭頂を押し上げるように。で、両足でマットを前後に押してます。で、骨盤は多分左が上がりやすいので、両方の股関節同じ高さ。で、真下に自分の座骨が降りていくようにゆっくりと踏み込みます。踏み込んだら、座骨から頭頂をもう一度遠く。で、胸の高さで手を伸ばして、首を長く伸ばしてから右手の指先を見ていきましょう。で、これでビラバドラーサナ B を取ります。体が指先の方向、見ている指先の方向にスライドしていこうとするので、左右の座骨をどっしりと床の方に下ろしながら上にちゃんと伸びてみてください。で、大きく息を吸って、で、さっきの小指側をマットに落とすを後ろの足しっかり行っていきましょう。もう一呼吸します。じゃあ右膝を伸ばします。足のスタンスは広いままで、後ろの足の力抜いちゃうとこうやって後ろの足に寄りかかるように入っちゃうので、後ろの足は後ろにマットを押してます。前の足は前に押してます。それをお腹で引き上げながら右のももの骨を外に回すようにしてゆっくりと右手を足首かすねの上に持ってきます。これね、後ろの足の力が抜けるとこうやってドンと寄っかかっちゃうので、後ろの足はちゃんと蹴ってお腹を引き上げて骨盤から背骨を伸ばします。で、手が足首に来てる方は押していいです。膝に来てる場合は押さないでください。で、左手を天井の方で、これはこうなりたくないので胸を開く意識をして、で、左手を遠くです。体の裏側に背骨があります。骨盤から背骨を伸ばし、体の前側が背骨がないから恥骨とみぞおちを離してお腹をちゃんと使う。で、手に乗るんじゃなくて手を押し出して遠くに自分のことを開いていきます。左の骨盤を開きながら右のももの骨をちゃんと外に回していきましょう。もう一呼吸。じゃあゆっくりと前の膝を曲げます。左手をマット、両手で前の足挟んだら後ろのつま先を立ててローラージ。左足を前に戻しましょう。足を閉じたらアルダルタナーサナ。股関節から伸びます。胸を遠くで吐きましょう。ゆっくりと前屈をします。手を前から上げて足で床を踏みます。股関節から胸を高く持ち上げてウルルワハサで吐いてまっすぐ立つサマスティヒです。じゃあ反対もやりましょう。吸う息でまず手を前から上げて胸を引き上げる。で、吐きながらゆっくりと前屈をしましょう。ウッターナーサナ、前屈。吸う息は骨盤から背骨を伸ばす。で、その骨盤には足の力が床を跳ね返って股関節に入る。
両膝を曲げます。右足だけ戻し後ろに下げましょう。大きく一歩後ろで、後ろの膝をつく。さっき見づらかったんですけど、前の足をちょっと開いて、つま先を外で、親指上がらないように親指は踏みます。で、背筋を伸ばしたら左手でももをね、軽く外に回すようなイメージです。あんまりグイグイやらなくていいです。で、ただグイグイいくんじゃなくて、伸びる。伸びて、股関節ね、左のももの骨がちょっと外に回ってるかなっていうのを感じながら、伸びながら少しだけ後ろを振り返ります。左のももの骨を外に回す練習をしている感覚です。後ろの足はベローンと進展しなくていいので、必ずお腹の力で体を引き上げながら行います。じゃあゆっくり戻しましょう。両手をマット。お尻をちょっと後ろに引きながら左足を下げて、そしたら今度右足を横に出します。ちょっと壁があって出ないので斜め向きますね。右足を横に出したら、右のお尻が上がりやすいので股関節の高さを合わせてください。で、下に伸ばした右足を下に押すと右の膝の内側を痛めちゃうので、小指側をマットに下ろしに行きます。で、ゆっくりと背筋を伸ばします。左右の座骨が後ろ、背骨を伸ばす。で、そこから股関節を後ろに引いてみてください。右の内ももが伸びます。体重がこうやって親指側にかかるので、小指側をちゃんと押しながら左右の座骨を均等に後ろに引く。で、もう一回前。ゆっくり引いて内ももの伸び、戻る。右のお尻が上がっていかないように腰の高さを揃えて引きます。足の付け根を後ろに引く。戻します。ラストです。腰を丸めずにお尻を後ろに引く。で、戻ります。じゃあゆっくりと右足を戻して、で、左足をもう一回前です。で、股関節や内ももの準備ができたので、後ろのつま先を立てて膝を持ち上げます。ローランジの状態。そこから右のかかとを内側に少しだけ下ろします。で、後ろの足の土踏まず、さっき練習したように小指側を下ろして引き上げます。で、前を見たら左足は前、右足は後ろに押しながら体を一度右側に開きます。で、両足はマットを前後に押して、その力を上に引き上げるのがお腹腰の力です。尾てい骨を下に下げるんじゃなくて、左右の座骨が床に向かって伸びて頭頂が遠く。で、股関節の上に手を置いた状態で左膝曲げていくときに前に行かない、お尻を上げない、左右の座骨が均等に床に落ちるように踏み込んでいきます。踏み込んだら一回上に伸びましょう。上に伸びたら胸の高さで手を伸ばす。首を伸ばしてから目線を左手の指先の方に見ていきます。息を吸うときは背骨が伸びるときです。体が落ちていかないでスーッと背筋が伸びて、で、首を伸ばそうとすると肩が自然と下がるので、肩を押さえつけるんじゃなくて頭を遠くへ伸ばしていきましょう。もう一つ息を吸って、で、吐く息はちゃんとマットをグッと押して、じゃあゆっくりと左膝を伸ばします。で、私がそうなんですが、膝にパキッと後ろにロックをかけないようにしましょう。両足の力をしっかり感じます。左のももの骨を外に回しながら、お尻をぐんとスライドさせるんじゃなくて、股関節の動きを感じながらゆっくりと左手を足首かすねの上、右の骨盤を開きながら左のももの骨を外回し、手で足首を押していいです。首伸ばして右の胸を開いて指先を天井方向に伸ばしていきます。
でいつも骨盤から背骨が伸びるので、骨盤を意識してその骨盤から頭を遠く、体の前側は恥骨のあたりからみぞおちを引き離して、手に乗らないで手で自分のことを押し上げていきます。深く息を吸って背骨の中に呼吸を通して胸を開く。もう一呼吸しましょう。股関節が広がっていくのを感じながら、ゆっくり右手をマットの方へ、左膝曲げます。両手で前の足を挟んだら後ろのつま先を立ててローランジ。じゃあ後ろの足を前に寄せましょう。足をしっかり閉じてアルダウッターランサー。一回腰を伸ばします。で吐いてウッターナーサー。前屈をしましょう。もう一回アルダウッターナーサナを通って前から手を伸ばしてウルドゥアンスターサナ。胸を持ち上げ、吐きながら両手を下ろしてサマスティキヒになります。でもう一つアーサナを入れたいので、一つ二つかな。一度足を骨盤幅ぐらいに開いてください。で次は回旋の動きを入れるので、その前に側屈をやりたいと思います。じゃあ皆さんそのまま行きましょう。私はカメラの方向きますね。で両手を天井方向に伸ばして右手で左の手首を取ります。でゆっくり上に伸びましょう。でみぞおちのあたりから体をそーっと側屈、右側に側屈してみてください。背骨に側屈の状態を起こします。でちょっと余裕がある方だけ、体重が多分右足の方に乗るので左足も踏みながらちょっと骨盤を左側に押し出していきます。より深い側屈の状態を作ります。でゆっくり上に伸びて吐いて手を下げましょう。反対いきましょう。両腕天井方向、左手で右の手首を取って上に伸びましょう。上に伸びたらまずはみぞおちから軽く側屈。体重が左足に乗るので右足も踏みます。でそこから余裕がある方は少し腰を右側に押し出して腰の伸びも感じます。背骨の一つ一つをね、右側の背骨を開いていくイメージをしてください。でゆっくりと上に伸びて吐きながら下げましょう。そしたらもう一度足を閉じて両手前から上げます。吸う息でお腹が伸びて胸が気持ちよく広がるように。ウルドゥアハスターさんで吐きながら足の付け根から前屈してウッターナーサナです。吸う息は骨盤から背骨を伸ばす。足の力は股関節に入れてそこから伸びを感じてアルダウッターナーサナ。両膝を軽く曲げたら今度は左足だけ下げます。後ろの膝をマットについてつま先は立てたままいきましょう。で一度体を起こします。多分右のお尻が上がるので右の座骨と左の座骨をちゃんと下に向けてみてください。で胸の前で合掌でゆっくり右足を踏み込みます。でその時に行き過ぎないでください。くるぶしの上に膝で体を前に倒したいんですけど、ここが問題でこうやって倒れないでほしいです。腰を丸めて倒れるんじゃなくて股関節から前に倒れる。なので背骨の状態はまっすぐ立つ時と同じ。丸めないで足の付け根から倒れてみてください。左右の座骨から頭頂までがビヨーンと伸びる感じです。これを覚えます。右の股関節からちゃんと前に倒れる。でゆっくり戻る。そしたら今度骨盤が正面を向いたまま、おへそが正面を向いたままゆっくり体を右側にツイストをします。足が開いていったりお尻が上がっていったりしないで、おへそ正面のままなるべくツイスト、上半身を使います。で股関節から前に倒れます。
で、頭遠く。ツイスティングのランジに入ります。おへそは今床の方を向いた状態で、背中から肘を押して右の脇の下を締めます。じゃあ余裕がある方ちょっときつくなりますが、肘を足の外側に引っ掛けていいです。引っ掛けていいので、もう一個自分を伸ばしていきましょう。で、もっと余裕がある方は後ろの足を上げます。膝を伸ばしてかかとを押し、その分自分の体を前に引き出します。で、ゆっくりと頭頂まで遠くで呼吸をしましょう。背骨を骨盤から伸ばす。おへそは床の方を向いている状態。じゃあ体を正面に戻して両手をマットで一息つきます。左足、後ろの足を前に持ってきて、アルダウッターナーサナ。骨盤から背骨を引き出します。で、ゆっくり前屈しましょう。吐いて、ウッターナーサナ。手は前から上げます。それではハスターサナ。足で床を踏んで胸高く。で、ゆっくりとサマスティティ。首長くまっすぐ立つ。反対側も行きましょう。お腹が引き上がって胸が上がっていくように、指先は心地よく遠くです。で、吐いてウッターナーサナ、前屈をしましょう。アルダウッターナーサナです。足の力が股関節、股関節から背骨を伸ばす。両膝を曲げたら今度右足だけ下げましょう。後ろの膝をついたら体を一回起こして、まずは股関節を使う練習です。ゆっくり踏み込んだ時はくるぶしの上に膝です。胸の前で合掌。左のお尻を上げずに踏み込む。で、そこから体を前に倒す時に股関節から前に倒れる。もう一回前に倒れる時に腰背中を丸めていかない。足の付け根を引き込んで、左右の座骨から頭頂が遠くで、体がこう斜めにまっすぐになるように意識をしてみましょう。戻ります。そしたら今度はひねる練習です。おへそが正面を向いたままゆっくりと体を左にツイストです。その時にこうやって骨盤ごと横を向かないように、骨盤正面のままゆっくりとツイスト。なので左のお腹を前に出すようなイメージを取るといいかと思います。で、そこから股関節から前でツイストした状態で後ろの足から頭頂までをしっかり伸ばします。イメージは左の肘を背中から押す感じで、余裕がある方は肘を少し膝の外側に引っ掛けます。で、背骨を伸ばしてください。丸めたままにしない。もっと余裕がある方、膝を持ち上げて後ろの足は後ろに蹴って、体は前に引き出して頭は遠くでツイスト。おへそが横を向かないように下に向けたまま胸からのツイストになります。呼吸をします。バランスをとったまま体を正面で、両手をマットで一息つきましょう。後ろの足を前に戻して足を閉じてからでいいです。アルダッターナーサナ、背筋を伸ばす。吐いてウッターナーサナ、前屈をしましょう。体を前から手を前から出して上半身が足の力で伸びるように、それではハスターサナ、吐いてサマスティティヒになりましょう。大きく息を吸って体の中を伸長させます。で、深く吐いて余分な力を抜く。両手もう一回前から上げましょう。胸を開くで、吐いてウッターナーサナ、前屈をしましょう。アルダッターナーサナ、吸って腰を伸ばす。そしたら足を骨盤幅ぐらい開いて両膝を曲げます。で、体を
ももの上に乗せて少しだらんとしましょう。頭を振って頭の重さを感じて首を伸ばしたり、手で肘を持って上半身を少し振って、その体の重さ、重力で背骨にスペースを作ります。では両手はマット、膝を曲げてお尻をついて座っていきましょう。じゃあここからは立位じゃなくて座った状態とか仰向けの状態でやります。じゃあ座った状態からかかとをできるだけお尻の近くに寄せます。でそこから手を歩かせながら仰向けになっていきましょう。仰向けになったら足が遠すぎたらくるぶしの上に膝が来るようなイメージで足の位置をコントロールしてください。で足の裏でマットを下に踏みます。下に踏みながらつま先の方にグッと押すと体が頭の方に少しスライドしますね。で足を下に踏みながら前に押して自分の内もも触って内ももがちょっとキュッと引き締まった状態です。もう一回緩めますね。お腹を薄くして足は下に押す。下に押しながらつま先の方に向かってグッと押す。で親指側をちゃんと踏んで内ももが入る感覚を見つけてください。で両手マット、肩が前に入らないで肩を開いて両手マット、腕全体で床を押します。下に押す。で足は下に踏みながら前に押して膝を前に押し出すようにしてお尻が上がっていきます。ポイントはお尻をこう上げたいんじゃないです。お尻の力を入れないで足を下に踏んで前に押しながら膝を押し出していく感じ。自然とお尻、骨盤が上がっていきます。お尻はふわふわの状態でやってください。で腕でマットを押しているので足の力が胸の方に届いて胸が少しずつ開いていくような感覚です。股関節じゃなくて胸を開くアーサナです。で顎を引かないで天井の方を見ると首とマットの間にはちゃんとスペースができます。じゃあここから手をつなげる方は肩甲骨を寄せてみてください。そうすると肩甲骨と肩甲骨が寄ると背骨がマットからちゃんと浮きます。今ついているのが肩と腕全体と後頭部になります。で女性は特に私わざとやりましたが肘がこうやって浮きやすいので腕全体で床を押す意識をしてください。お尻の力は抜く。でも足の力は入ってます。足で押した力が胸に伝わって胸がどんどん呼吸をするたびに開く。で背面をすごく使っているアーサナになります。節バンダーサナ。もう一呼吸しましょう。では手を離して背中上の方からゆっくり降りてきましょう。ゆっくり降りてきたら両膝を胸の方に持っていきます。で手を膝の上でその膝を少し胸の方まで引き寄せてお尻、腰を伸ばしていきます。で体をちょっと左右に揺らしましょう。背中、腰のマッサージを軽くしていきます。で今胸を開いていきました。足も使っていきました。で内ももも使っていきました。じゃあそれを今度はほぐしていきましょう。両膝を立てて今度は足の裏を合わせて膝を外側に倒します。スプタバタコナーサナです。両手をお腹の上に乗せてで内もも、足の伸びでこの時に見えるかな、こうやって腰をちょっと極端にやると腰を反りすぎちゃう方は自分の恥骨をみぞおちの方にこうズボン引っ張り上げる感じですね。みぞおちの方に少し引き上げて下腹部の力を使って腰が反りすぎないようにしてみてください。
それでも腰が痛ければこのポーズをやめて足を閉じます。大丈夫な方はここで肘浮いちゃうと肩疲れるので肘を落として股関節を少し休ませましょう。お尻をキュッと締めないでお尻を緩めた状態。じゃあゆっくりと膝を閉じていきます。もう一回自分の膝を胸の方まで寄せて腰を丸めていきましょう。では体を左右に出してでどっちでもいいです。ゴロンと転がります。ゴロンと転がったらうつ伏せになっていきます。マットの中でうつ伏せになってで一息吐きましょう。うつ伏せになったら今度は足の付け根ももの前側のストレッチも入れていきます。少しひねりが入ります。手でマットを押しながら少し上半身持ち上げて右手を左の脇の下から通します。で肩がマットの中心にくる感じで左手を胸の方、左膝をカエルの足みたいに曲げます。そこからゆっくりと左の胸を天井の方に開きながら一回胸開きましょう。左手を遠くへ伸ばして胸を開きます。伸ばしてる右足と頭を引っ張り合うような感じです。で顔をもう一度右手の方に戻して後ろにある左手をお尻の方まで持ってきます。伸ばしてる右足を膝を曲げて手と足をつなぐ。そうしたらかかとをお尻の方まで寄せていきましょう。右のももの前側のストレッチをしていきます。足の付け根のストレッチ。立位のアーサナがいっぱい入ったのでももの前側、足の付け根をしっかり伸ばしていきます。痛い方は無理に寄せないようにしましょう。手と足がつなげない方は無理につながなくて大丈夫です。つなげている方だけかかとをお尻の方に寄せます。じゃあゆっくりと手を離してで体を戻しましょう。左手を顔の前で一息つきましょう。左足を直して左手で床を押しながら右腕を引き抜いて一回うつ伏せになりましょう。息を吐きます。じゃあ今度は反対です。両手でマットを押して体をちょっと持ち上げたら左手の手のひらが天井、脇の下から差し込んで肩がマットの中心で右側を向きます。手を顔の前について右膝を曲げる。そこから右手で床を押しながら体を開いていきましょう。一度胸を開きます。右の胸を天井の方に向かって少し開きます。で伸ばしてる左足と頭を遠ざけるようにしましょう。そこから顔は左手の方を向いて伸ばしてる左膝を曲げる。で右手で足をキャッチしてかかとをお尻の方へと近づけてみます。ももの前側が少し伸びる感覚でお尻の力は入りすぎないようにしてください。で何かがきつければ無理にこれをやる必要はないので気持ちいいなとかこう伸びるなっていう感覚があるなら続けていきましょう。もう一呼吸します。じゃあ手を離してゆっくりと右手を元の位置、顔の前、右足を伸ばしながら右手で床を押して左腕を引き抜きます。で一回うつ伏せになりましょう。うつ伏せ、つま先同士、足のつま先同士を合わせてかかとを外に倒します。内股の状態です。足の付け根を外回しのポーズを何個かやったのでここでわざと内回しをして骨盤の後ろ側を少し緩めます。で肩首の力を抜きましょう。うつ伏せが苦しい方はこのポーズをあまり保持しないように気をつけましょう。
ではもう一度どちらから寝返りを打ってもいいので、ゴロンと仰向けになりましょう。仰向けになったらマットの中に戻り、もう一回膝を胸の方、手を膝の上に乗せてゆっくりと引き寄せます。お尻が持ち上がるとお尻が伸びていきます。ぐーっと自分のことを抱きしめる。で、腕の力を緩めたら体をもう一度左右に揺らして骨盤背中周りをマッサージします。で、背中が広がってきたら動きを止めて膝を立てます。で、腕を解放しましょう。足を伸ばしてで、骨盤、お尻をちょっと持ち上げてからストンと下ろす。これを何度か繰り返します。同じように背中を持ち上げてからストンと下ろす。何度か繰り返す。腕を置き直したり足を置き直したりで、頭を振ったり足振ったりしてもいいです。自分の体の力が抜ける場所をゆっくり探していきます。探っていくような感じで、そこが左右均等じゃなくてもいいです。自分の体が一番落ち着く場所に自分自身を置いて目を閉じてシャバーサナに入ります。今の自分自身から離れていく練習です。今の自分自身の役割から全て離れて、そのままの自分自身に戻っていきます。いかがでしたでしょうか。今回はスタジオゴッドで行っているヨガベーシックというクラスを YouTube で撮ってみました。で、呼吸調整やシャバーサナの時間が入って1時間になります。で、オンラインレッスンの良さはパソコン上になりますが、アライメントを見てあげることができるので、体の形がよくわからないなっていう方はぜひオンラインレッスンで体の形を見せてください。で、オンラインレッスンどうしても参加できない方も多いと思いますので、また60分のクラスも YouTube で撮っていきますので、こちらの方でも一緒にまた練習をしていきましょう。で、オンラインレッスンの詳細は概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。それではまた一緒に練習しましょう。ありがとうございました。